こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、水彩を描かれる方、必修といいますか、水張りについて、ご説明したいと思います。早速ですけれども、必要な用具から説明していきます。はい、まずはパネルですね。木製パネル、そして今回はこれワトソン紙です。四つ切りのワトソン紙。パネルより少し大きめ、のりしろ分少し大きめになっています。あと用意するのがはい、水ですね。水とハケ、水はけ、そして水張りテープ、こんな感じですね。とりあえずこれだけあればなんとかなります。で、欲を言えば、タオルとかハンカチ、紙の空気を追い出すのにそういったものがあるとなおさらいいです。では最初にですね、水張りテープをパネルのサイズよりも少し大きめにカットしましょう。はい、パネルに対して左右2センチずつくらい、ちょっと大きめにですね、カットします。水張りテープ紙製なので、だいたいこの手で、親指でちょっと力を入れればこの辺ですね、プチッと切れますので、ハサミとかなくても大丈夫でしょう。で、重要なのが、この密閉できる、ジップロックパックにしっかり入れて空気を遮断しておくっていうかね、梅雨の時期とか結構この放置してる間に湿気で中のテープが固まっちゃってたりするので、しっかり密閉するようにしてください。はい、カットしたテープは一旦横に避けておきます。次に、紙の裏表なんですが、水張りは紙の裏側に引くようにします。裏表をしっかり確かめて、水を引く順番ですけれども、最初は十字、そして、バッテン、縦横斜めっていう感じですね。実際にやってみましょう。はい、しっかりと水を含ましたハケを垂れない程度に水気を取って、中心から外へ向けて、まずは横ですね、縦で手早く斜め、ちょうどイギリスのユニオンジャックみたいな形になりますけど、こんな風に引いていきます。ここまで引いたら、あとはランダムに一気に全体に水を引いていきましょう。で、この水を引いていくときに紙がこうやってずれることがよくあります。で、ずれたまま、何も気にせずにこう水を引いてるとパネルに水がついちゃったりするんですね。で、そうすると今回パネル、これ新しいパネルなので汚れてませんが、パネルについてる絵の具が水で戻っちゃったりして、絵を描く前に画面を汚すことがよくあります。なので水を引いてる時に紙がずれたらこまめに位置を直してあげるようにしましょう。はい、あとですね、どうしてもこう紙の表面がくるんと丸くなってくると思います。そうするとこの端の部分が水が塗りにくくなるので、できればこう立ってる位置を変えたりしながら塗り残しがないように、特に紙の端の部分ですね、気をつけてみてください。
はい、だいたい全体に水が引けたでしょうか。ちょっとぐるっと一周回ってね、確認してみましょう。はい、大丈夫そうですね。この状態で少し待ちます。何分待てばいいですかと聞かれることはあるんですけれども、季節によって、湿度によってその時間はまちまちなので、紙を見て判断します。時々ですね、この角の部分を持ち上げて、紙にまだ張りが残ってるかどうかを確かめましょう。ちなみにですけど、例えばこれが紙だとしますね。紙の例えばこう右側からこっち側から水を引いた時に紙がこう伸びます。ビューンって伸びてきて、上側だけ伸びるとこんな風に紙がしなります。で水気が下まで染み込んでくると下も伸びるのでまたまっすぐになるんですね。こんな風にして、紙に水が染み込んだかどうかの判断は、紙の縁の部分がくるんと丸くなってるうちは上側しか伸びてないっていうことで、下まで水が染み込むのを待ってあげます。染み込む前に表面が乾いてきたら、水気が足りないっていうことなのでまた水を追加してあげます。さあどうでしょう。今ちょっとね表面が乾き始めてる感じなんですね。紙が結構熱いので下に染み込む前に、今日の気温で、蒸発してっちゃう量が結構多いと染み込む前に紙が乾いてきちゃったりします。そういう場合は追加で水を引いてあげます。はい、ちょっと引いてみましょう。はい、こうやってずれた時にはちゃんと元に戻してあげて、塗り残しがないように、そして水たまりができないように均一に引いてあげます。はい、こんな感じですね。これでちょっと待ちましょう。まだ、角に張りがあるのでくるんと丸まったままですけど、もうちょっとしたら全体に染み込むと思います。用紙の厚さにもよるんですけれども、画用紙でしたら、早くて 2,3 分、時期によっては5分から6分くらいで、今回のようなワトソン紙ちょっと厚めなんですけれども、このくらいの厚さの紙だともう少しそれよりも時間がかかるかなと思います。で初心者の人ほど、水をたっぷり引いてください。っていうのは、テープを貼ってる時間が短ければ、それで済むんですけれども、どうしてもこう慣れていないとテープを貼るのに手間取ってしまいます。紙が湿ってる間にテープを貼り終わりたいんですが、その間に紙が乾燥しちゃうんですね。なので慣れてない人ほど水をちょっと多めに引いて、紙が乾くまでの時間をちょっと長めに取れるようにしてから始めた方がいいと思います。そろそろこの角をねこうやって持ち上げた時に少しこう紙がこう曲がってくれる、こんな感じにちょっと張りがなくなってきたの分かりますかね。この辺これで OK ですね。で四隅全体に同じように水引ければ同時に紙がこれ四隅とも丸く染み込んでくれるんですけど、今この感じだと右サイド2辺はいいですけど、こちらがもうちょっと待ってあげた方が良さそうですね。もうちょっとここはね待ってあげた方が良さそう。はい、じゃあそろそろ貼り始めようと思うんですが、その前に一旦ハケで
水気を慣らしてあげます。はい、水気を全体均一にならしてみました。右側はだいたい良さそうだけど、左側がもうちょっとかな。どうでしょう、見えますかね。まだちょっとだけ張りが残ってるかな。この辺ね、まだちょっとだけ張りが残ってるかな。角を指で持ち上げた時にくるんとその通りにこう紙が曲がってくれればいいんですけれども、こんな風にですね、こんな風にくるんと回ってくれるとだいたい下まで水が染み込んでるっていう感じで、こちら側はまだちょっとね張りがあるんですね。慣れてくると全体均一に水引けるようになると思うんですけど、慣れないうちはなかなかその全体に均一に引けなかったりするので、しっかり待ってあげましょう。もしくは追加で水を引いてあげましょう。はい、お待たせしました。そろそろいいかな。こんな感じですね。くるんとこんな感じで下まで水が染み込んで、紙がこうへたってきたっていうかね、力がなくなってきた感じ。はい、こんな感じで貼り始めようと思います。紙の両方中央付近を持ってひっくり返します。で、パネルの中央に来るように、上下左右を見ながら、この目で見てですね、だいたい中心に来るように、指の裏側の感触で上、中、下、だいたい同じように紙ののりしろ分、余白が余るような感じで確かめます。で、位置が決まったら中心から外へ向けて空気を追い出していくんですが、その向きに注意してください。水を引く時には斜めにも水を引いていきましたけど、シワを伸ばす、空気を追い出す時には垂直もしくは水平です。横横横で、この程度後をつけます。45度くらいで縦横どっちが先でもいいですけど、垂直水平に空気を追い出していきます。で、角の部分はだいたい45度くらい、このくらい後をつけてあげます。こんな感じですね。はい、ではここから忙しいですよ。テープを貼っていきます。長辺からいきましょう。はい、水気をしっかりと取ったハケで紙テープののりのついてる、ピカピカ光ってる面を押さえつけます。こんな風にですね、押さえつけます。で、テープの方を上に引っ張ります。はい、ベタベタしますけど両手に持ちます。で、最初にテープを紙に貼り付けます。こんな感じですね。テープと紙を指上下で押さえてしっかり留めてあげます。次に中央付近から外へ向けてパネルに留めていきます。はい、映ってますかね。少しテーブルから出して中心から外へ向けて留めていきます。
ここですね。でこの時に紙ののりしろ分が多いとテープが側面に止まらなかったりするので、裏側に巻き込んでください。はい、しっかりと空気を織り出しながら直角に紙を折り曲げていきます。で両サイドなんですけれども、テープをそのまま巻き込んで留めます。こんな感じですね。で残った紙は三角に折っておきます。反対側も同様に直角に曲げて留めて三角に折っておきます。はい、じゃあ反対側いきます。はい、しっかりと水を含ませた刷毛の水分をしっかりと取ってからテープに押し付けてテープを上に引っ張ります。テープを持ち上げるスピードはこのくらいです。あんまりゆっくりやってると水分つきすぎちゃうので、早すぎても水気が足りない、どのくらいの加減がいいかは、経験しながらちょうどいいスピードを体得していってください。はい、テープを上下で留めました。で空気を追い出しながら中心から留めていきます。同じように角はテープを巻き込んで三角に折っておきます。テープを巻き込んで三角に折っておきます。で余ったテープは裏側に留めちゃいます。あと、爪でこの角の部分キュキュキュって留めておくとなおさら剥がれにくくなります。こんな感じで。はい、あと2辺ですね。とりあえず長辺2辺留め終わったら、そうそうシワはできなくなっていると思うので一段落。あとは紙が乾かないうちに2辺を留め終わりましょう。はい、一気にいきます。でよくあるのがここにシワができやすいんですね。両サイドのこの部分が浮かないようにしっかりと押さえつけてください。では最後4つ目の辺いきます。はい、こんな風に持って紙に密着させます。テープは上と下上下から挟みます。親指と人差し指でしっかりと密着させてください。これしっかりやっておかないとテープが紙からずれちゃうんですね。はい、浮かないように空気が入って浮かないように留めることができました。あとは裏側にしっかりと押さえつけてこんな感じで水張りの完成です。あとはこれイゼルにかけて、5分10分くらいですかね待つと表面だいたい乾いてきますので鉛筆での下書きができるようになります。はい、
どうでしょうか。以上で、今日は水張りの説明を終わります。それではまた。